この番組は、平成28年2月27日に開催された、静岡大学人文社会科学部アジア研究センター国際シンポジウムの模様をお送りします。本シンポジウムは、中国文化大革命と国際社会と題され、学内外から様々な研究をなされている先生方がご講演されました。本日は、中国文化大革命と国際社会という、国際シンポジウムにお集まりいただきましてありがとうございます。私どもの学部は4学科ございまして、社会学科、言語文化学科、法学科、経済学科と非常に大きな学部になっております。そこに、約100名の教員が所属しておりますけれども、それぞれの学問領域で、アジアを直接、間接に研究対象としている教員が非常に多ございます。その関係と、それからあと、静岡大学全体の、アジア重視という方針もございまして、2009年に、アジア研究センターというものを設立いたしました。それ以来、いろんな研究会とかですね、毎年研究誌を発行し、このような講演会やシンポジウムも開催しております。で、今回は初めての試みになると思いますけれども、キャンパスを離れ、また静岡を離れまして、東京の地で行うことになりました。今日の会の趣旨につきましては、この後、アジア研究センター長の大野明ヤンハインセンター長から、詳しくご説明があると思いますので、私は控えますけれども、50年という時間が経過しても、なかなかこの評価が確定しない、文化大革命についてですね、国際的かつ学際的に、いろんな光を当てていこうという試みでございます。考えますと今いろいろ日本でも表現の自由とかですね、さらには文系学部廃止の危機とか言われている状況でございまして、このようなテーマでいろいろと議論するのは意味のあることだと思います。また地方国立大人文社会系学部がどうなるかという状況の中で、東京でこのような会を開くこと、我々の存在感を増すためにも必要なことかなと思っております。本日は日本各地から、また上海から原原先生にもおいでいただきまして誠にありがとうございました。この後長丁場になりますけれども、活発な議論が展開されることをお祈りしまして、私のご挨拶と変えさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私の方から、このシンポジウムの趣旨について簡単な説明をしたいと思います。で、皆さんのお手元にこの緑の冊子があると思いますが、ちょっとお手数ですけれど、一番最初の1ページを開いていただきたいと思います。なぜ今、中国文化大革命と世界との関係について考えるのかという、ところです。ここをご覧いただきたいと思います。で、文章は後で読んでいただければいいと思いますが、かいつまんで申し上げますと、なぜ今中国文化大革命と、国際社会との関係について考えるかということなんですけれど、文化大革命はまだ終わってないと、歴史になっていないというふうに基本的に認識していますので、文革について、いろんな角度から、研究していく必要があるんじゃないかと思いました。で、このシンポジウムですけれど、2つのセッションに、分けました。一つは国際社会と中国文化大革命という、パーツです。で、もう一つは、フロンティアの、中国文化大革命という、部分です。で、国際社会と中国文化大革命というセッションを設けたのはですね、中国は今大国となって積極的に国際進出をしてますし、で、その結果ですけれど、日本も含め近隣諸国、あるいは近隣だけじゃなくてはるかアフリカとも
非常に積極的な交渉を続けているので、そのことについて少し遡って具体的に申し上げますと、文化大革命期まで遡って考えたらどうでしょうという目的で、こういう部分を設けました。で、中国は平和共存5原則とか、他国の内政に干渉しないとか、大変美しいスローガンをずっと建国後から掲げてきたんですけれど、しかし実際のその国際関係のその構築の中では、必ずしもそのスローガンとはスローガン通りのその外交が展開されてきたわけではないということを、本日のパネリストたちのそのご研究から我々は読み取ることができるんではないかと思います。で、具体的な事例としては、例えばインドネシア、あるいはフランス、イギリス、そして南米はアンデスと、そしてアフリカ、こういう地域が今日のその報告の対象となります。そして第2の部分はフロンティアの中国文化大革命ですけれど、中国は非常に大きな国で、清朝ないしは13世紀の元朝を継承するという政策を標榜しているんですけれど、その結果、北は内モンゴル、あるいは西は新疆ウイグル自治区、そしてチベットなどなどが、中国のフロンティアとなっているんですけれど、中国からすると中国のフロンティアで、しかし、モンゴル、あるいは中央ユーラシア、あるいは南アジアから見ると、決して辺境ではなく、むしろ歴史の主役、主な舞台となり続けてきた地域でもあるわけです。このことについては、1930年代、あるいは40年代にかけて活躍したアメリカの有名な歴史学者、歩く歴史学者と呼ばれていたオーウェン・ラティモアも、そういうふうに昔から指摘しているわけです。例えば彼は新疆について、これは中国の内陸アジアのフロンティアなのか、あるいはインナーエシア、つまり内陸アジアのそのポイントになるのかというふうに彼は30年代、40年代から問題を投げかけているんですけれど、新疆が今、いろんな意味で注目されるようになってきているのは、まさにウーエン・ラティモアの予想通りに展開されているのではないかということが言えると思います。そういうフロンティアで中国の文化大革命がどんな形で行われたかについて、上海大学のハラバルさん、そして、本日発表は時間の関係上ございませんが、ウイグル人の文化大革命についての論文がこの論文集にあります。私はウイグル人の文化大革命について短い文章を書きましたが、本日発表はしませんが、基調講演をなさる鏡先生のご講演の中にウイグルがたくさん出てきますので、ぜひご注目いただきたいと思います。そしてこのシンポジウムで意味しているフロンティアっていうのは決して地域としてのフロンティアだけじゃなくて、精神世界におけるフロンティアも実は意図しているんです。で、中国は共産党一党支配下の社会主義国家ですけれど、しかし一方で内部で多数のキリスト教の信者も抱えているんです。一説によりますと、2030年になれば中国は世界最大のキリスト教国になるという指摘もあるぐらい、実はキリスト教世界とは深いつながりを持った存在です。で、その非常に難しいキリスト教問題を、社会主義中国、特に文化大革命期はいかに対処してきたかということについても、この論集の中にリュウ・エンズさんという方の論文が入ってますので、ぜひご一読をお願いいたします。リュウ・エンズさんには今日またコメントもお願いしております。そして
中国のフロンティアは大きく、私が内モンゴルと新疆と、チベットを事例として出させていただきましたが、その中でも特に内モンゴルは日本の旧植民地ですし、内モンゴルのモンゴル人からすると日本は我々の宗主国にあたるわけです。なかなかいろんなことが多分あってか、内モンゴルの人たちが日本に対してうちの宗主国ですよと面と向かって呼ぶっていうことを今までしてこなかったかもしれません。しかし私はこれは歴然とした事実である以上は、宗主国に向かってきちんと宗主国でしたよっていうことをやっぱり言い続ける意義があると思うんです。で、そのように我々は宗主国を尊敬してますので、宗主国も旧植民地に対してそれなりの責任を負っていただかないといけないと思います。で、特に内モンゴルの場合は、私がいろんな形で書いてきたように、一方的な殺戮が行われた地域ですので、その殺戮はやはりかつてモンゴル人は日本に協力した、つまり日本統治時代を経験したというのが文革中、そのジェノサイドが発動された原因の一つになっているんです。となると、宗主国もやはりそれにいかに直面するかということは常に求められていると思うんです。日本は戦後中国に積極的に対処してきたので、その積極的な対処がおそらく文革中の日本の在り方だったと思うんですけれど、しかしそこには多分、忘却された満蒙があるんじゃないかなと思います。で、それについて本日詳しくご報告はないんですけれど、短い論文ですが、モンゴル人医学者たちの文化大革命という若い研究者の書いた報告文もこのプロシーディングに入ってますので、ぜひご一読お願いしたいと思います。で、今年は文化大革命発動50周年ですけれど、ちょっと意外なのは、昨年のなんとかの70周年に比べたらあまり盛り上がりを見せていないんじゃないかなという感じをというイメージがというか印象があるんじゃないかなと、私個人的にそう思います。で、昨年はいろいろ盛り上がりを見せたんですけれど、今年は大変静かですね。で、1月ですけれど、岩波書店さんのご協力をいただきまして、本日ご報告いただく馬場公彦さんの大きな力をいただいて、思想という雑誌で文化大革命の特集を、こちらも大変インターナショナル的ですけれど、特集を組ませていただきましたが、2月3月になっても、大手新聞で月一遍論壇をまとめる欄があるんですけれど、どの新聞もこの、思想の特集を取り上げてくれなかったので、大変寂しい思いをしております。で、日本と違いまして、4月にはドイツで、6月にはアメリカで、国際集会が予定されています。私も招待されていますので、一応行ってこようと思います。社会主義中国に対処するという意味で積極的に中国に文革中に関わった日本ですけれど、まだ今年は始まったばっかりなので、ぜひこれから3月、そして来年、この本年度が終わるまでに、ぜひ文革についていろいろシンポジウムなり、あるいはディスカッションなり、できればいいなと期待しております。このシンポジウムもそういう流れを作る一つの小さな波になればいいなと期待しております。そのためにこれを企画しました。田舎の小さな大学ですけれど、大学のご協力もいただきまして、そして岩波書店さんのご協力もいただきまして、小さな仕事ですけれど、ここまで進めてまいりました。多数の先生方にこのシンポジウムにご参加いただきまして、まだこれからですけれど、まずはお礼を申し上げたいと思います。そして本日まだ多数のご来場の方々にもご参加いただいたことを本当に嬉しく思います。
それじゃあ、簡単ですけれど、趣旨説明とさせていただきます。